今回は、ジンベースのカクテルマティーニをお作りしたいと思います。マティーニは、割と名前で言ったら有名なジンベースのカクテルなんですけど、ジン、ベルモットはドライベルモット、あとはちょっとお店によってこうレシピがいろいろあって、でマティーニっていうのは本当お店によって全然味が違いまして、そのお店のレシピがあって、本当無数のレシピがあると言っても過言ではないような有名なカクテル、本日はそのマティーニをお作りしたいと思います。
はい、マティーニ完成しました。カクテルの王様マティーニ。このカクテルの由来については諸説ありますが、中でも2つの説が有力だと言われています。一つは1910年代にニューヨークのニッカボッカーホテルにいたマティーニという名前のバーテンダーが考案したとする説。二つ目はマティーニの原型となるカクテルが考案された際にイタリアの酒造メーカーマルティーニ・エ・ロッシ社のドライベルモットが使われたことからその名前が付けられたとする説です。マティーニに始まりマティーニに終わるという言葉があるほど奥の深いカクテルで、イギリスの元首相チャーチルや文豪ヘミングウェイをはじめとする歴史的な著名人たちがこぞって愛飲したと言われています。シンプルゆえにごまかしの効かない王様と呼ばれるカクテルマティーニ。アルコール度数が非常に高いカクテルですので、十分気をつけながらお楽しみください。では、このマティーニをいただきたいと思います。割とうちのレシピはちょっと普通のマティーニに比べてドライめにお作りはしてるんですけど、そこまでこう辛いなって感じの味わいには、なるべくこうソフトな感じでお作りしてるんで、飲んだ感じは、強いですけど、そこまでこうジンをそのまま飲んでるっていう感じよりはちゃんとベルモットのワインっぽさ、あとレモンピールが一応効いてるんで、最初の一口目口につけるときにやはりこう少しレモンの皮の柑橘を香るような感じで、とてもキリッとしてる。あとはやっぱりこう大きな氷でステアしてますんで、そんなに水っぽくならないような、で一回氷をリンスして、そのリンスしたベルモットを今度オリーブに漬け込むような、オリーブの一回油を抜いてはいるんですけど、またもう一度抜くような感じで塩味を少し抜いてあげる。でこのオリーブなんですけど、オリーブは基本的にもうお嫌いな方もいらっしゃるでしょうから、こういうのは別に食べても食べなくても、ただこうジンとの相性が非常にいいんで、一口召し上がっていただいて、それからこうまたジンを飲む、このマティーニを飲むっていうような感じがよく相性もいいんで、ジンに浸ってるっていうか、このオリーブなんかも味はとてもオイリーで、それを食べた後にこうマティーニをまたちょっとマティーニが柔らかく感じるっていうか、この油分で、口の中が少しこう油の、オリーブの味がして、その後にこのジンを使ったマティーニ、ちょっと本当ジンを飲んでるような感覚なんですけど、相性は非常にいいですから、オリーブ好きな方はオリーブ3つ2つみたいな感じで、こうちょっとオリーブ多めにとかってご注文される方もいらっしゃいますし、あとオリーブ種がなかったり、あとこんな大きなジャンボオリーブだったり、本当お店によってそれぞれなんですけど、うちはこんな感じでお作りしてます。とても強いカクテルですけど、どこかクラシックなカクテルで優しさがある。で、ジントニック同様お店によって味も様々それぞれのような感じで、とてもクラシックな有名なカクテルを本日はお作りしました。どうもご視聴ありがとうございます。
美味しいね。もう口の中にオリーブ食べた後からもうマティーニの味がもう全然変わってくる。これやっぱ嫌いじゃなかったらもうぜひ途中で一回食べてね、キュッと飲むと。スキッパラとかが一番美味しいカクテルだから、食事行く前にこれを飲んで、一杯飲んでちょっとこれからワインを飲みに行くっていうこう、足がかりっていうか、そのアプローチとしてはもうすごく、いいっていう、ここジンでこう胃が少しピリピリっとした時に、スキッパラにで食事行くっていうか、だからこのオリーブつながりだったらイタリアンなんかいいんじゃないかな。ベルモットなんかも、ワインつながりで、そうね、ちょっと、ゴルゴンゾーラのこうリゾットとかペンネみたいな、それをイメージさせるようなっていうか、いいんじゃないかな。とってもこういうカクテルって一度飲んでみたいなっていうカクテル、すぐは飲めねえけどな。弱えなこれ。俺にとっては弱えなこれ、まだまだ。カクテルの王様って言われてるんですよね。王様だね。度数も高いし。そうね。やっぱりかっこいいよね、名前も。マティーニなんてもう響きがかっこいいじゃん。なんだろうね。やっぱ名前と見栄えと全てのこう、もう三位一体じゃないけど、こうバランスっていうのはもうやっぱ有名なカクテルってやっぱもう本当にかっこいいなって名前だし、いいね、マティーニって。冷たいうちキュッと飲むのが一番いいからさ。そうね。こんな時期とってもいいんじゃないのかな。どうもごちそうさました。いいね、最後の香りもいいよ。100人のバーテンダーがいれば100通りのマティーニがある。同じマティーニは決して存在しない。ぜひ自分に合った一杯を見つけてみてはいかがでしょうか。ステイバー。